日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。以前、ねとよの違いについてこのような動画を作ったんですけど、解説はすべて中国語で話しました。それで中国語話者以外の視聴者さんたちから日本語で説明する動画を作ってくださいとリクエストがありましたので、今日はね、よ、よねの違いについて日本語で解説します。このね、よ、よねのように文の最後につける言葉を修助詞と言いますけど、これをつけないと不自然になる文もあります。逆につけると不自然になることもあります。この動画を見るともっと自然な日本語が話せるようになって、不必要な誤解を避けることができるようになりますよ。ではまずこんな状況を考えてみましょう。あなたは友達と一緒に歩いています。歩いているうちにいつの間にか雪が降ってきました。あなたは何と言いますか？寒い何々。これは寒いねですね。あなたは寒いと感じているし、相手にも共感してもらいたいと思っています。こんな風に相手に同意や共感を求めるときにはねを使います。じゃあそれを聞いて友達は何と答えますか？寒い何々。これも同じくね、寒いねですね。こんな風に相手に同意するときや共感するときにもねを使います。この時、あなたと友達の情報量には差があるでしょうか？いいえ、今寒いということについてあなたも友達も同じ情報を持っていますし、今同じ経験をしています。話し手と聞き手の情報量が同じ場合にはねを使うと覚えてくださいね。このねやよなどの修助詞は接続がすごく簡単です。寒いねのように普通体の後ろにつけることもできるし、寒いですねのように定年体またはデスマス体の後ろにつけることもできます。簡単ですね。じゃあ、あなたと友達が歩いていると目の前にすごく綺麗な景色が見えてきました。もしあなたが相手に共感してもらいたいと思っているなら何と言えますか？わー、これも綺麗だね。ねですね。自分と相手が同じ情報を持っているときはこのねを使います。ここで気をつけてほしいことが一つあります。さっきのようにいい形容詞の後ろにねをつける場合は、寒いねのように直接ねをつければ大丈夫でした。美味しいの場合は美味しいねになるし、高いの場合は高いねになりますね。動詞の場合も同じです。雪が降ってきたねとか、ちょっと疲れたねのように直接ねをつけます。でも綺麗のような形容詞や雪のような名詞の後ろにねとかよとかよねなどの修助詞をつけるときには、綺麗だねとか雪だねのように修助詞の前にだをつけるのが普通です。普通というか男女関係なく使うことができる中性的な言い方といった方がいいかもしれません。もしだをつけずに綺麗ねとか雪ね
などというと、すごく女性らしい話し方になります。これは日本語学習者がよくする間違いです。男性でも時々、綺麗ねとか幸せねと言っている人がいますが、これはすごく女性っぽく聞こえる話し方です。最近の若い人の話し方はどんどん中性化していますので、女性でも綺麗だね、幸せだね、雪だねという人の方が増えています。ぜひ豆知識として覚えておいてくださいね。もう一つ気をつけてほしいことがあります。このねは基本的には相手も知っていて自分も知っていることについて使います。時々日本語学習者の方で何でもかんでもねをつける人がいます。例えば本当は自己紹介をするとき、私はチンです。台北に住んでいます。趣味はネットフリックスを見ることです。と言うべきところを、私はチンですね。台北に住んでいますね。趣味はネットフリックスを見ることですね。このように何でもねをつける人がいます。これはとても不自然です。相手の人は、いやいやいや、そんなこと知らないよと感じてしまうかもしれませんので気をつけてください。さて、あなたと友達はカフェに入ることにしました。あなたは店員さんにこのように注文します。すみません、ミルクティーを2つお願いします。この時、店員さんは注文を確認するためにどのように言うと思いますか？はい、ミルクティーをお2つです。何々？かしこまりました。これもねですね。ミルクティーをお2つですねのようになります。店員さんが注文を確認するときにこのねをよく使います。また誰かの電話番号を復唱するときにも、例えば012の345の6789ですねのように最後にねをつけることが多いです。この確認の時のねはイントネーションに気をつけてください。何々ですね、何々ですね。このようにイントネーションを上げて話すようにしてください。さて、あなたは家に帰ってきました。家の中はとても暖かいので、家にいる家族は外が寒いかどうか知りません。そんな時あなたは何と言えますか？外は寒いよ。雪が降ってるよ。外は雪だよ。こんな風に聞き手より話し手の方が情報量が多い場合は、よを使って相手が知らない情報を伝えることができます。例えばあなたはさっきのカフェのミルクティーが美味しいことを知っていますが、相手はまだ飲んだことがない場合、何と言えますか？この店のミルクティー、美味しいよ。ですね。でも、今、2人で一緒にミルクティーを飲み始めたとき、あなたは相手に何と言えますか？美味しいね。うん、本当に美味しいね。この場合は、共感を求めるねと、共感するときのねを使うことができますね。じゃあ、相手にアドバイスをする場合はどうでしょうか？例えば、あなたの友達は全然運動していないっていうことが分かりました。あなたは何と言えますか？もっと運動した方がいい。何々？これは、よですね。アドバイスをするときの、何々した方がいいよとか、何々言った方がいいですよや、何々するといいよや、何々するといいですよなどは、用がないとすごく不自然な感じがします。このように誰かに何かをアドバイスするときや主張するときには、用をつけて強調するのが普通です。ですから、
日本語のよはこのように相手の注意を引いて教えたり主張したりするときに使うので、使いすぎないように注意してください。例えば自己紹介するときに、私はチンですよ、台北に住んでいますよ、趣味はネットフリックスを見ることですよのように何でもよをつけてしまうと、なんとなく相手を教えているような上から目線の言い方に聞こえてしまうことがあるので、使いすぎないように注意してくださいね。では次によねの使い方を考えましょう。一つ目のよねは一番最初に出てきたねと同じで、同意や共感を求めるときに使います。例えば寒いねの代わりに寒いよねということができますし、綺麗だねの代わりに綺麗だよねということもできます。でもこのような使い方は比較的少ないんです。なぜかというと、基本的にはよねというのは自分がはっきり確信できないことについて相手に確認するときによく使うからなんです。例えば、あなたはずっと家にいました。外は多分寒いと思いますが、100% 確信できないときに、外寒いよね、雪が降ってるよね、雪だよね、こんな風に相手に尋ねることができます。この時イントネーションはよね、よねのように上げてください。じゃあ例えば相手が明日のパーティーに来るかどうかはっきりわからない時、何と言って確認できますか？明日のパーティーに来るよねということができます。この時もしイントネーションを上げずにこう言ったらどんな感じがすると思いますか？明日のパーティーに来るよね、来るよね、プレゼントを持ってきてくれるよね。このようによねと下がり上司で言ってしまうと、相手はすごくプレッシャーを感じて、なんかノーと言えない雰囲気になります。ちょっと威圧的になってしまうっていうことですね。このようにイントネーションによってニュアンスが変わってくることがあるので気をつけてください。じゃあ最後に、命令とか依頼をするとき、語気を和らげたい場合は何と言えると思いますか？明日のパーティーに来てね、遅刻しないでね。こんな風に命令や依頼をするときに親しみを込めたいとき、文の最後にねをつけることがあります。私もよく動画の中で、このことを覚えておいてくださいねとか、忘れないでくださいねなど、よくねを使っていると思います。もちろんこの親しみよりも丁寧さを強調したいなら、あまりねは使わない方がいいですね。例えば目上の方や大切なお客様には、何々してくださいませ、何々してくださいませのような言い方がいいかもしれません。実はこのねは細かく分けると11種類ぐらいあるようですけど、今日は特に代表的な4つをご紹介しました。じゃあ簡単に振り返ってみましょう。動感を表したり語気を和らげたりするときは、そうねを使いますね。そして情報を提供したりアドバイスしたり語気を強調したりするときはどうですか？よを使いますね。例えば、これ美味しいよとか、何々した方がいいですよなどということができますね。じゃあ、自分が確信がないことについて相手に確認するときはどうですか？何々よねを使いますね。例えば、外寒いよねとか、明日パーティーに来るよねなどですね。こんな風に教科書にはあまり載っていないいろいろな日本語のニュアンスについてシェアしています。
何かの役に立った方はぜひグッドボタンを押してくださると励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。